ホーチミンに着いて3日目の朝、今日は夜まで一日ブラブラしようかと寝ぼけまなこで考える。今日はね、これからちょっとホーチミンを散策しようかな。一応明日ねここチェックアウトなんだけど、どうするか何も決めてなくて、ちょっとそれも考えながら。メコン川クルーズってのがあるらしいんだけど、まあ一人で参加してもなっていうのもあるし、もうちょっと上のハノイとかダナンとかそこら辺の方にもありそうな気はしてるから、まあ、そこでもいいんじゃないかなと思ってるけれど、とりあえず行ってみようかな。ホテルを出て歩いていると市場に着いた。ここは観光客もほとんどいなくて、中で売っているのは地元民の生活の必需品たち。謎の木の実、ブラ、パンツ、そしてレプリカのグッチ。東南アジアだからか見たことない野菜たちがたくさん。ヘチマ、こういう市場に来るとなんだか旅行感が出て、俺はとても好き。ちょっとサンダルが滑って怖いんだけど、まあ後で靴でも買いに行きながら。タイの時は地元民はほとんどキッチンがなくて外で食べてるっていうのが主流だったけど、こっちのベトナムもそんな感じなのかな。まだ生きてる。海鮮類も豊富で、だけど不思議とそこまで匂いはきつくない。いや、すごい熱気だったけど、タイよりはなんかそんな匂いがない。なんでだろう。川が近いからとか、多分ナマズとかいたから、あれは川の魚だよ。ホーチミンの街はなんだか都会と昔の田舎感というか、なんかそういったのが混在していて、まあただちょっと暑いんだけど、それさえ無視すれば街をブラブラしてもとても楽しいとこに思える。マックスコーヒー。ホーチミンで千葉の名産マックスコーヒーを飲めるとは、なかなか不思議な気分になる。ベトナムでは結構こういった勧誘が多いけど、だいたいぼったくりや詐欺系が多いので注意が必要。確かにベトナムコーヒーっぽいかな、甘さ的には。こうも暑いと頭が働かなくなるね。また来た。Oh, okay. Oh, okay. Just wait. Market no open. Yeah. Too early. And to go
wa komedi. Hey. 昔だったら Yeah, yeah. なんかホイホイついてった気がするけど、俺成長したな。今回の目的地はベトナム。ベトナムはタイでもカンボジアでもない国だ。日本では鶏ガラスープにパクチーの入ったスタイルのフォーが有名だが、実際のベトナムのフォーは牛骨スープでパクチーは一切入っていない。ここはホーチミンでとりわけ有名なベンタイン市場。隣のでっかい交差点だったところは三井住友の工事によって封鎖されている。早速ベンタイン市場の中に。このベンタイン市場の中に入るといろんなお店がある。雑貨や料理やコスメ、プロダクトとか、あとはコーヒーとか。Đi sang. Bên Campuchia coffee. ベトナムコーヒー。Yes, Việt Nam coffee. Curio trà. Thank you. どちらかというとフェイク系の雑貨だったり、割と安っぽいものっていうとなんか言い方悪いけど、安価なものが多い気がする。けど雑貨物に関しては割と楽しめるし、お土産にはいいんじゃないかなと思ったりする。ベトナムは生地もよく日本に輸入されてるよね。ユニクロとかの生地もだいたいベトナムとか、なんなら裁縫もベトナムからそのまんま来てたりするし、ベトナムは服飾関係が安いイメージ。ここのベンタン市場に来る人たちはどちらかというと、そういったショッピングもそうだけど、この雑多な雰囲気を見に来ているような気もする。一種の観光スポット的な、そんな感じ。だから良質なものを買いに来るっていうよりは、なんかローカルでその安い品物を買いに来るようなイメージ。ちょっとしたご飯屋さんも結構あるんだけど、もともとここがめちゃめちゃ暑いっていうのと、それとなんかそんな美味しそうなものもないって言っちゃあれなんだけど、ここ行くんだったら
せっかくなら他のとこ行くかなっていう気もちょっとしてる。まあもしかしたら美味しいのかもしれないけど、今俺が探しているのは靴だ。もう今俺が履いてる靴の裏がペロンペロンのツルツルになってしまったので、ちょっとしたタイルでもすぐ滑っちゃうから、昨日行った遊園地とかもうツルツルで何回もこけてしまったし、まあだからなんか靴が欲しいんだよね。サンダル的な、とにかく滑らないサンダル。まあこんなところかな。弁天市場のすぐ隣のところにあるシューズを専門にしている通りがあるので、ここに来た。目の前がもう弁天市場なんだけど、その両側のこのお店は全部靴屋さん。まあでもそんな弁天市場と、まあ、シューズの種類はめちゃめちゃ多いけど、なんかこれっていうものもないんだよな。まあ弁天市場よりは割と質がいいものが多かったりするけれど、もはやサンダルに関してはなんだろうな、動きやすくてなおかつ雨に濡れてもまあ大丈夫的な、それでいて安いっていうのを求めていたんだけど、結局靴屋街のところにはなかったので弁天市場に戻ってきて、まあ、安いサンダルを購入。まあ、弁天市場の醍醐味としては多分値段交渉になるんじゃないかと思われるけど、More small. I have small. This one. Small one. Yeah. Yeah. Okay. Small size and black color and What color? Yeah, black color. I need no sleep. No sleep shoes. No slip. Yeah, really no slip. Yeah. How much is it? Same one. No. No. Cheap, no use. Yeah, no use on the day. まあ個人的には Same price. 半額ぐらいから割引を始めて、まあいいねの3割引きぐらいになればいいかなとは思ってるけど、Thank you. 急にスコールが降ってきたので近くのレストランに逃げ込んできた。ここはラップ&ロールっていう、まあ後で調べたら生春巻きとかベトナムの各地方の春巻きを食べれるお店らしい。注文したのは分棒、牛骨のスープと、そしてそこに野菜を突っ込む。麺はなんか乳麺みたいで、多分フォーとちょっと違うんだろうな。これ野菜ぶっ込めばいいんだよね。そのまま食う感じじゃなさそうだな。麺は、フォーってよりは乳麺っていう丸い感じの麺。
これは俺フォーを食ったってことでいいのかな。野菜が意外といける。これなんだろう、肉？結局何かはよくわからん。何の野菜かもよくわからない。ミントで味が締まる。ミントだ。パクチーとかいろいろなんか香草が入ってるかと思ったけど、そんなこれには香りは強くなくて、全部入れよう。一緒に同梱されてた唐辛子とお酢の調味料、一気に東南アジア感が出てきた。うまい。ちょっと疲れたな。ホーチミンを散策。サイゴンスクエア。まあ何があるってわけじゃない。ここの通りは少し高級な感じがある。高級ブランドのど真ん中にあるのはここホーチミンのオペラハウス。なんかどうせだったらなんか見たかったかなとは思うんだけど、さすがに当日見れるものなんてないので、ちょっと残念。ベトナムのコンテンポラリーダンスの演目らしいね、今日は。バレエって書いてあったけど、これ見るとコンテンポラリーダンスだね。コンチェルトとかバイオリンオーケストラとか、近代超現代音楽的ではないとは言うけど、また今度ね。向かいには日本とベトナムのNo, I don't. Manically. Yeah, it is a fake. So, okay, no. 本物のこのブランド街でフェイクの財布を売っているっていう、またなんか俺が1日目で泊まったところとは大違いの場所。こっちがメイン通りなのかな。
止まったところとは全然打って変わってって感じたんだけど、昨日見えたのはあれか。あそこに見えるのなんだろもし1日目ここの近くに泊まっていたら、俺のベトナムの印象はもうちょっと変わっていたような気がする。なんかこっちまで来ると随分ホーチミンの印象が変わるかな。もしかしたら俺が泊まってたあたりのところとか、ベンタイン市場とか、あそこら辺はバックパッカー的なところなのかもしれないね。タイのカオサン通りみたいな、あんな感じのところなのかもしれない。こっちは比較的なんか路面も綺麗だし、都市っていう感じ。ランニングしてる人もいるし、大きな広場が。で、ここもう少し向こう行くとメコン川があるらしいから、ちょっとそこまで行ってから帰ろうかな。この向こうの通りに行きたいのだけど、ベトナムは信号がないから、これ渡れるかな。とりあえず一つ目はクリア。いやでもこれカメラ撮ってる場合じゃねえな。なんとか渡れた。こっから見る景色はとてもロマンチックというか、なんとも一人で来るにはもったいない場所な気がする。俺が思ってた想像しいベトナムとはちょっと対照的な、波の音がちょっと心を落ち着かせてくれる。ここはデートスポットなんだろうな。よし、帰るか。今日は朝から夜まで、特にどこに行きたいとかはなくて、ブラブラホーチミンを散策していたんだけど、
なんだか1日目や2日目より一番充実してたような気がする。充実してたというとなんかちょっとそれも違うような気もするけど、とにかく一番心が疲れなくて街となんか向き合っていたような気がする。どうしても旅行に来てしまうと、あそこに行かなきゃ、あの観光地に行かなきゃってなって、結局思い返してみるとあの観光地に行ったっていうその記録しかなくて、実際にそこで何を思ったとか、なんかそういった思い出が実はあんまり残ってなかったりする。思い返してみると実はこうやってブラブラしたり、何かちょっとした街のものを発見したりした、なんかそういった旅の方が記憶に残って、個人的にはとても好き。なんかこれが一番俺の中で旅の素敵な一日の過ごし方なんだと、なんかそう感じた一日だった。明日はいよいよホーチミンからホイアンに行く。